はい、こんにちは、山下夏美です。5月3日土曜日、この日はですね、平塚ビーチパークでスキムボード、サーフィン両方練習していった感じなんですけども、かなりサイズが上がっておりまして、連日のですね、夜中からすごいサイズが上がって、この日の朝もね、この時間、今スキムしてるんですけど、この時間はだいたいね、1メーター超えぐらいですね。だいたい1メーターから1メーター10センチあたりの結構サイズが上がってる状態の条件で、どんどんね、日が進むにつれサイズが下がっていくんですけど、日っていうよりは時間かな、時間が進むにつれサイズが下がってたんで、朝一が一番サイズがあるんですけど、なかなかね、ちょっとサーフィン朝一少しチャレンジしたけど、潮がね、かなりまだ高かったので、スキムスタートということでスキムやってってるんですけど、スキムもですね、なかなかちょっと難しめで、見ていただけると分かるかもしれませんが、かなり最後の巻きが甘くてですね、ちょっと難易度自体は高かったんですけど、これとかもターンしても前出れないってことが多々あったんですけど、こういう風にね、巻かなくても下で切れればラップラインとかチューブ、あとはね、ライナー側もあったかな。一応ライナーの方がちょっと難易度高くて波消えやすくてね、難しかったんで、基本ね、ラップ側でチャレンジしていってるんですけど、かなり難しいながらに決めれたらいい映像が撮れるみたいな感じの練習をしていきました。まずテイクオフゾーンが難しかったんでね、テイクオフは気をつけながらですね、砂質がね、まあちょこっと柔らかいって感じだったんですけど、何より走る場所がね、あんまり取れなくて、助走距離がですね、今の平塚の砂の影響でね、ちょっと走る場所があんまりなくて助走距離が取れないんですけど、その短い歩数の中でどうやって加速してテイクオフしてターンまでつなげるかっていうのを意識しました。で、あとはね、今みたいにフロントサイド狙う時のライン取り、軌道修正とかも結構必要な感じでですね、意外と左行き過ぎちゃって全く割れないゾーン行っちゃったとか、右行っちゃってスープ捕まるゾーン行っちゃったみたいな微調整がかなり難しい波だったんでね、微調整ができればかなりターン前のね、微調整ができればかなり乗れるんじゃないかなっていう感じではあったんですけど、そこの微調整も意外と難しいし、それをすぐ判断しなきゃいけないっていうのもかなり難しかったんで、その辺はいい練習になりましたね。で、ターンした後ですね、最後巻かないって話をさっきしたんですけど、2段気味になってるんでね、波がしっかりテールを踏んであげないと刺さってしまうんで、しっかりテールを踏むことも意識してやっていった感じですね。軌道修正ターンしてテールを踏んで耐える。で、こう余裕があったらトリックかけるって感じですね。今はセリショビット。基本はね、エアー着地がかなり多くて、ちゃんとドンピシャではまって横に走れた時はチューブとかを狙っていくっていう感じで、ちょっとその辺は波に応じて分けていった感じですね。で、仮に逆側から自分がね、向かってた方向と逆側から割れてきちゃった時は、これとかそうですね、ちょっとアクションかけたりとか、これはエアで着地してますけど、一回当て込んで着地とかしたりしていくっていうのが一番いいんじゃないかなって感じで、ちょっとその辺の練習もしながらやっていった感じです。で、ここからはですね、ちょっと一回沖に出てサーフィンの波チェックして、一応両サイド、レフトサイド、ライトサイド側ですね、両方塗って、少しようやく引いてきて波が出てきたから一回チャレンジしてみて、ある程度波質が分かったんで、ここから西に移動していってます。まずね、移動してスキム最初にやっていったんですけど、こっちの方がですね、難易度自体は低いんじゃないかなって感じで、まず何より走れる距離が長かったので、圧倒的にですね、こっちの方がやりやすいっていうのがありましたね。ただこっちの方がしっかり波を読めないと意外といい波を全部逃すってパターンになりやすかったので、しっかり波を判断しながらやっていく感じで、基本はですね、流し波気味の方がいいかなっていう気はしたんですけど、正直ですね、ブレイクがちょっと癖があってですね、やや口深い上に両方割れる
両方側に割れるって感じだったので、ちょっとその辺は明確にこの波だよっていうのは言いづらいんですけど、やや流しの方が取りやすくて、ラップだとちょっと口が深かったりとか間に合わなかったりっていうのがあったんで、その辺が少し難しかったんですけど、一応全方向狙える感じの波ですね。フロントの流し側もそうだし、これスープですけどしっかり前に出てコンプリートしたりとか、うまくいけばダウンザラインのチューブを狙えるって感じでしたね、バックサイドの。相変わらずここもちょっとテールを踏まなきゃね、コンプリートできない感じだったんで、まずギャップ1枚越して、しっかりターンして、で、少しブレイクが早いから、そのブレイク、波がブレイクする前にもうターンを完結させる。ここでギャップ越して、で、一発でここでターン。1回踏んでますけど。で、テールを踏んであげるとこういう風にチューブ入れるって感じで。テールを踏むことがすごい重要だった感じですね、こっちは特に。で、ここからサーフィンですね。西でサーフィンしていってます。こっち側のね、サーフィンはですね、まあ、基本ね、ちょっとややたるめかな。少したるめの波でやっていく感じだったんですけど、まあ、パワーゾーンをキープできれば、意外とアクションかかるのかなっていった感じの印象はあった感じですね。テイクオフゾーンも結構、テイクオフしやすい感じで、多少ちょっと流れはあったんですけど、こっち側のポイントも、レフト側、ライト側、両方、結構いい波入ってて、今みたいにトリックまでチャレンジする余裕はある感じでですね、こういう180エアであったりとか、ショービット系であったりとか、ちょっとその辺も試しながらやっていく感じで、セットを狙うっていうよりは、短い板だったら、ややインサイド気味で待って、長い板の人の方が乗りやすい条件かなっていう感じだったので、長い板の人が逃したようなセットを狙うっていうのが一番ちょうど良かったかなって感じですね。少し風が入ってきたりとかして、人数は減ってきてたんで、少しずつ取りやすい環境にはなってたんでね。できるだけ本数を打って、やっていた感じでした。で、こんな感じで風が吹いてきて、ちょっと、この辺でおしまいになった感じです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今回の動画、いいなと思った方、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。